はい、皆さんこんにちは、シャニーです。今回は、高校時代、なぜ私は休み時間に、教科書を読んでいたのかというテーマで、動画を撮ってみたいと思います。発端としては、その内容を書いたノート記事があるんですけど、結構それを元にして動画を撮りたいなって思いました。で、これを聞くと、前提として休み時間に教科書読んでたんですかっていうことなんですけど、はい、読んでました。結構なんか次の日、次の時間、次の科目が国語だったら国語の教科書を置くじゃないですか。その国語の教科書をオムライに取って読むみたいなことはよくやってました。で、それについてちょっといろいろまず最初にいろいろお話ししておこうかなと思うんですけど、教科書を読むにあたってなんかそのハードル高いというか、休み時間はみんなと話したり遊ぶ時間じゃないのって思われることがあるのかもしれないんですけど、私は静かに過ごしたかったっていうのもあって教科書を読んでました。例えば本を読む時もあったんです。別に自分が好きな本を持ってきて読むっていうのはあったんですけど、でもやっぱり教科書に戻っちゃうんですよね。でそれが何なのかっていうと、意外と教科書って発見あるよっていうところで、お話ししていこうかなって思います。でいくつか想定の質問を用意したので、それに沿ってちょっとお話ししたいんですけど、まず、高校時代休み時間まで教科書を読んでいたって本当ですかっていうの聞かれるのかなって思うんですけど、本当です。読んでました。読んでました。その学校の勉強が好きとかじゃなくて、教科書自体に興味を持ったっていうことですね。教科書の編集どういう風にやってるのかとか、なんでこの作品をわざわざこの高校のカリキュラムのこの学年のところに載せてるんだろうっていうのがすごく気になったので、それを考えながら、その問いをの答えを考えながら読むっていうことをしていました。はい。結構周りの子からなんでみたいな不思議がられることが多かったんですけど、私は別に人のこと気にしないので読んでました。はい。じゃあ何を読んでいたんですかって言われると、まず小説は結構読んでました。夏目漱石も結構好きだったし、あと何かな、夏目漱石は結構心に刺さりすぎて他のことがないっていうね、こういうことも普通にあるので、普通の人と一緒なんですよ。考え方脳の作りは一緒で、やっぱこれ以上何を記憶してんのっていうぐらいあんまり覚えてないことがあるんですけど、夏目漱石の心は読んでたし、あと何かな、他に何かあったかな逆に出てこないんですよね。でも源氏もそうね、芥川龍之介の羅生門とかも結構好きでした。おばあさんが出てきて、おばあさんの描写が結構好きで、養子もそうだし、服装のことも出てましたよね、確か。その描写がすごく好きで、想像力が自然とかき立てられる文章ってやっぱ、こういう小説家の人だからこそできることなんだなっていうのはすごく思いながら読んでましたね。あと小説という小説を取り上げてたかなっていうとそんな感じもしなくて、であとは、古典は私が今ちょっとメインで仕事でやってることなのでやってるよねってことなんですけど、源氏物語が一番取り扱いの範囲は広かったけれども、やっぱり結構間で内容を結構省いてますよね。あれも全部読んで、全部その源氏物語を
ある程度一編分こう書き出してノートに書き出して、それを全部現代語訳に辞書引きながら訳してたので、ここやっぱ抜けてるよねっていう、だってこっからここいきなり話飛んでるもんみたいなことがやっぱ分かるんですよね。だから結構読んでた方だなって思います。逆にこれといって詩とかはなんかそんなに教科書に載ってた記憶もちょっとあるんですけど、もしかしたら中学のことと混同してるかもしれないんですけど、やっぱり詩っていうのはあんまりこうなんか力を入れて取り組んでなかったかなっていうのがあって、やっぱりその大学受験のことを考えると、あんまり大学受験で詩を取り扱うことがないと思うので、私が受験生の時代はあんまり詩を単体で出してっていうのはなかったので、やっぱりそれはカリキュラム的にも受験的にもあまりやれない、こう突き詰められないってところでのちょっと省略が多かったかなっていうところが感じてます。でも私結構教科書読んでたんで、多分どっかで出てたと思うんですけど、なんかあんまり記憶が定かじゃなくて、そんな感じですね。ちょっとだんだんいこうと思うんですけど、テストでいい点を取るためですかって言われるんですけど、いうのもあったんですけど、いや違いますテストでいい点取るためだったら、やっぱりそのテストに出るとこだけやってるっていうのがやっぱりもしかしたら最短なのかもしれないですね。でも私は最短ではなくて地道に努力したかったので、本当の意味で分かりたいっていうのがで、その分かりたいは何が答えとして自分の中で出せるかっていうところを全く未知数のまま高校時代やってたので、全然テスト目的ではなかったです。で、合わせてよくそのアンチは俗に言うアンチから言われてたのは、なんか先生に媚び売るためにやってるんじゃないかっていうのを言われたんですけど、私は全然媚び売ってないです。私がやりたいからやるのであって、それを先生がどう評価しようとしても別にそれはまた別の話であって、私は多分自分の思いつきでやりたいと思ったことをただ突き詰めたいだけだったので、別に先生にいい顔しようとは思ったことないです。はい。友達と話したりはしなかったんですかっていうのを想定してもらってるんですけど、正直そんなにこれといって話したいことがあったわけでもなくて、っていうとなんかショック受けちゃう同級生もいるかなと思うんですけど、そうじゃなくて、私が言いたいのはその精神的な生きてきた年数として話が合わないことがすごく多かったので、だからあえてちょっと距離取ってたっていうのがあるんですよね。なんか本当に同じ月日を生きてきた子たちと話した方が絶対楽しいと思うし、なんかそこは私じゃないんだろうなっていうのが思ったので、あえて自分から関わらないっていうことはしてましたっていうのがあったので、ちょっと質問の仕方を変えると、古文とか現代文も含めてですけど、そんな読み方してなんか得られるものあったんですかみたいな、想定質問で意味あったんですかっていう質問なんですけど、でも得られるものあったんですかっていうと、ありましたありました。そうね、なんて言えばいいんだろう。まず古典に関しては本当にやっててよかったです。源氏物語は特になんでこれをわざわざ高校の教科書に載せるんだろうっていうのもあったんですけど、そもそも紫式部って和歌とかが有名なんですよ、昔海外では。オックスフォードもそう含めて。だけど日本ではなぜか源氏物語が有名なんですよね。なんか紫式部ってすごい美しい和歌をいくつも書いてる人なんですけど、なぜか日本で源氏物語が有名で、でも私は和歌を最初に知ってたので、なんでこんな作品書いたんだろうって、意図しなければ書かないと思うので、なので
なんで書いたんだろうなっていうところからの、いやちょっとこれ紫式部の本当に書きたかった理由を突き詰めるためには、いやこれ真面目に取り組んだ方がいいのではって思って、あえて一からその教科書で授業でも扱わない部分を自分でノートに書いたりとかして訳して理解を深めてました。はい、そんな感じかな。でそのおかげでやっぱり今の研究にも生きてきてるっていうのもあるんですけど、それ以前になんか日本に人生かけて留学で来てるので中途半端なことをしたくなかったんですよ。何かできるようになって何かを掴んで、本帰国するなら帰国するで帰国するんですけど、本帰国するにしても日本で辛かっただけですっていうのはちょっと私やりたくなかったんですよ。じゃなくて辛かったけどこれとこれとこれは努力してできるようになってきたよっていうのを言うためにめちゃくちゃ頑張ってたっていうお話ですね。で結果的に本業でも活かせたけれども、やっぱりその日本の教育課程の中で何が必要だったのかとか、逆に今の日本の教育って何が違うんだろう、何が引っかかるんだろうっていうところを考えるきっかけにもなったし、いろいろやっぱシンキングできたのが良かったです。これびっくりなんですけど、想定質問でこれ出るかな。教科書って覚えるためのものじゃないんですかっていう質問なんですけど、違います私の中では違います。教科書は覚えません教科書で覚えるものといったら祇園少女の鐘のと授業無常の響きありってあると思うんですけど、そういう暗唱してくださいねって言って暗唱できるようになってくださいねって言われたのは頑張ったけれども、基本的に覚えてないです。暗記はしないです。大事なのはポイントだと思ってて、なんで、ここのフレーズがすごく有名になったのかとかもそうだし、なんでここのフレーズが今授業で取り扱われてるんだろうなとかっていうのをめちゃくちゃ考えてました。はい、覚えてないです。考えたりとか、その文章を何度も考えるために何度も読み直すことで自然と覚えるってことがあるんですけど、テストを攻略するために暗記するっていうのはやんないです。私絶対忘れるんで。はい。これは結構面白い。教科書を読んでいて疑問に思うことありましたか？教科書を読んでいて疑問に思うことありましたか？結構たくさんありました。なんでここでこの作品出したんだろうとか、なんでこの学年でこれなんだろうとかっていうのはすごく考えてましたね。それは楽しいからなんですけど、こんなのくだらないよとかっていうのは学校でもよく同級生言ってたかなと思うんですけど、やっぱり昔から受け継がれてるお話とかって必ず意味があると思うので、そこを安易に切り捨てないでもらいたいなっていうのは私は思ってます。教科書って正しいことが書いてあるものじゃないんですか？正しさを求めるのであればもうちょっと違う方向性で考えてもらいたいなっていうのがあって、人から提供されたものが権威のある人から提供されたものが必ずしも正解ではないっていうのは言いたいです。で、正しいということでもないです。で、正しさを求めるのであれば、私だったらまず文法ですね。で、単語は正直意味が文脈によって変わってしまうので、一問一答で単語を覚えるのもちょっと違うかなって思ってます。でも文法っていうのはかなり法則性があって研究者が書く文章とかは全然違うんですよ。例外としてあるとすれば研究者の論文は違います。研究者の書く文章は全然違います。言葉を作っていく、想像していく文章一つでも文法通りじゃなくて自分
自分の思考や考え、論理を伝えるための文章の書き方をするので、文法に忠実に書くのが研究者の書き方ではないんですね、必ずしも。なのでそこは受験の英語とは切り離していただきたいと思ってます。で、どちらかというと正しいを求めるのであれば、受験というかその英語学習者が行うようなその文法ってわかりますかね、語文系とかあるじゃないですか。そういうのはやっぱやった方がいいし、それは学習者としての文法として習う必要があるかなって思ってます。なので私も日本語の文法はあえて中学の時に日本語の文法を結構深めにやってたので、私は家の近くの書店でその中学向けの文法書、現代語の文法書を一冊、こんな薄いんですよ、薄いのを買ってやりきりました。でその方がすごく身につきました。どうしてもできるようになりたかったので、そのためにはちょっとそんな高くなかった800円とか700円で買えたんですけど、それをもう何回もやりました。テストの範囲が分かったらそこの部分の文法をちゃんとやるとかやってました。そのおかげで分野は結構高得点だったんですけど、でも今日参考書様々なんですけどそういうこともしてました。やっぱ文法は学習をするっていう意味ではすごく必要です。なのでやっぱ正しい文法だからこそ正しい答えを導き出せるっていうのがあるんですよ。で、例えば今度お話しするように AI に質問するにしても、やっぱ文法が適切じゃないと自分が欲しい答えが返ってこなかったりって普通にするんですよ。だから結局その母語の文法力って必要だし、やっぱ活かせるんですよね。この話もまた追って今度したいと思ってます。次、暗記は得意でしたか？意味のない暗記はしたくないタイプでした。私意味のない暗記はしたくないタイプで、どっちかっていうと意味のある暗記は好きでした。意味のある暗記って何ですかっていうと、私の中でだと私と小鳥と鈴とっていう田原町の詩は結構暗記するまで読みました。でもちょっとその暗唱っていうか暗唱するとちょっとこう書いてある文章が混じってしまうので、今ここで言わないようにしようと思うんですけど、私文章好きでそれが日本の学校を乗り越える上で結構力になったので、そういう意味で意味のある暗記だったなって思ってます。やっぱ自分を支える文章、支えてくれるなって思った文章は覚えてよかったなって思います。逆に意味のない暗記って思ってしまうのが一問一答ですね。その文章の問いの意味を分かった上で、その問いの意味を引き出して、自分の記憶で引き出して一問一答として答えを出すのは分かるんですけど、この文章できたらこれみたいな、この文章できたらこれっていうそういう覚え方をするのは私好きではなくて、じゃないだとするなら、その質問の仕方が来ないと、その質問まま来ないとその答えが導けないっていうのがもう極論的に言えてしまうので、それはちょっと勉強ではないかなって思ってます。休み時間に教科書を読んでた理由に戻るんですけど、なぜ休み時間に読んでたんですかなんですけど、なぜ読んでたかというと、なぜ休み時間に読むっていうと、やっぱ自分のペースで読めるっていうのと、あと授業だと先生の進め方とかカリキュラムの進め方に沿った授業展開がされると思うので、私はそこに沿ってやるっていうのをやってた、って聞いてたので、なので自分の立てた問いに答えを出す、自分なりの答えを出すってなったら、もう自分の自由時間の時にしかちょっと出せないなっていうのがあったので、
基本的にそうしてました。これも面白いかも。教科書を読むとき一番見ていたのは何ですか？冒頭の出だし結構大事で、文章を書く上で出だしのやっぱつかみってやっぱ大事だと思うんですよ。でなんかあえてその余白のある文章って言ったらいいんですかね。余白のある文章をバーって書いてるのもあれば、すごく密度の濃いガチッとこうなんかいろんなものが、いろんな伝えたいメッセージがこう凝縮されてるような文章を書いてる場合もあるし、なんかそこの最初の入り方で結構気持ちの中ではそこの一番最初の冒頭っていうのを大事にしてました。で特にその高校の教科書になると途中の文章から入ることってあるじゃないですか。でそうするとなんでこの教科書はこの部分からわざわざ始めたんだろうっていうのをすごく考えるんですよね。いやー、なんでわざわざここの途中どこからしても途中なのであれば、なぜこの文章から始めたんだろうっていうところをちょっと私考えるのが結構好きだったかなって思います。一番楽しかった教科は何ですかって言われるといろいろあるんですけど、まず日本の国語は結構面白かった。ていうか一番その自分なりに勉強進んだなって思える科目でした。っていうか突き詰めたところに研究で活かせたっていうところがやっぱり私の中での成長の一つかなと思います。でもう一つが化学です。なんでかっていうと、私は化学の化学式をあえて日本語でしか説明しないっていう縛りをつけて、日本語で言葉で説明する楽しさを覚えてましたなんでそんなことしてたのかっていうと、なんか自分の日本語力でどれだけ説明できるかっていうのをやりたかったからなんですけど、それをやってました。で結構楽しいです。だから化学式でしか説明しないっていうのが化学の基本とルールなんですけど、でもそこであえてそれをもし今の日本語で訳すならなんて文章にすればいいのかっていうのを一つこう考えて書く。くどいぐらいのことを書くんですよ。なんかそれが私の日本語力を鍛える上でも一つの練習になったかなって思ってます。もし高校生が教科書をどう読めばいいですかと聞いてきたら、もし高校生が教科書どう読めばいいですかって言ってたら、ちょっと私はおせっかくになってしまうかもしれないんですけど、あえて言うならちょっとそれを聞いてくる時点で多分今まで苦労して勉強しなかった可能性高いよねっていうのは言わせてもらいたいです。まずやるなら、基本的にわからない言葉があれば辞書を引く、教科書を黙読で全部読む、で何度も読む、でかつわかんないと思った文章は声に出して読む、で最後大事なのは文法やる、やり直すぐらいの気持ちでやった方がいいです。いろいろこの動画を見て思うこといっぱいあると思うんですけど、なんかまたこの動画から派生して例えば文法力がどういうふうに今生きてるのかっていうのをちょっとお話ししようかなって思います。はい、ちょっと中途半端かもしれないんですけど、一旦ちょっとお試しでここまでにしたいと思います。では皆さん、今日もお疲れ様です。私も休みながら研究を続けていこうと思います。では皆さん、風邪をひかれぬよう、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。